涙も唇で拭おうその笑顔が輝くその日まで特別かな。仲間なんていうか夢がまた夢。鳥肌立ちましたねマジで。ありがとう。堂々としようと思ってですごい空間にいるんだな。悔しいなってすごい思いました。初めてやったって言ったってシンプルに気持ちよかったですね。自分たちがメインっていうのが本当ちゃんと堂々と胸張って言えるステージだったっていうのもありますし、そのジャニーズ Jr. がメインでの日っていうのはなんか本当に特別な時間の始まりの扉を開けた感覚っていうか、9人でセンターステージでバンって出て、多分僕が一発目煽ったと思うんですけど、なんか景色は結構特別だったし、まあでもいざ自分たちが今回ジャニーズ Jr. がメインでやらせてもらえるということで、いざ出てみたらやっぱりなんか広いなっていう印象でした。やっぱカウントダウンとか先輩のバックに出させてもらった時ももちろんあるんですけど、なんかやっぱ見る景色はちょっと違って、ドームって広いな、大きいな。まあ初めての景色っていうのは多分これからも頭に残っていくのかなっていうぐらいもうすごい美しかったし、やっぱり大きいなって思いましたね。なんかこうジャニーズやっててよかったなって思うような瞬間っていうか、この景色をジュニアのうちになんか見れるなんて贅沢だなっていう。広いですね。いやリハーサルはねお昼にしてたから、だからその夜お客さんが入った風景全然違うので、ちょっとねあれなんですよかったです。水出てたんですけど、ちょっと水邪魔やな思いました。いやーすごかったですね。やっぱり360度ファンの皆さん、お客さんに囲まれて、でみんながこっち向いてペンライト振って僕たちのパフォーマンスを応援してくれるっていう、あんなに幸せなことないなって改めてすごい空間にいるんだなっていう感じました。なんか自分たちがメインで東京ドームに出れたことすごく嬉しかったんですけど、なんか早く次は自分たちだけで東京ドームでやりたいねっていう話はしました。なんかもうそれに向けての第一歩でっていう気持ちの方が大きかったですけどね。いろんなグループのファンの方がいる。その中でもやっぱSnowManが出てきた瞬間に皆さんが背中を押されてる感じといいますか、やっとドームに立てた喜びもありましたし、みんなが一丸となって応援してくれてるっていう感覚は思いました。パッて見る景色が超綺麗でしたね。なんか今までいろんな先輩たちってこんな綺麗で気持ちいい景色を見てたんだ、ずるいなってすごい思いました。来た、ついに来たぞと思って、やっとみんなに言えた。もうすごかった。鳥肌立ちましたねマジで。いやもうシンプルに僕も嬉しい。応援してくれたファンの方に対してありがとう、みんなのおかげでやっとここまで来れましたっていうのは一番先に思いました。その瞬間っていうのは体中の血が煮えたぎるような。あの瞬間だけはやっぱ想像してたのとちょっと違った嬉しさっていうか、俺はずっともうこう夢のまた夢ぐらいだったんです、本当デビューっていうのは。自分の中では、初めてやったって言った時です。その聞いたのは6月28日でジャニーさんの寝てる美容室だったんですけど、
そこからその8月8日まで一回もメンバーとかで話す機会も誰かにずっとやっぱ内緒にしていたことだったので、まあやっぱもちろん自分たちだけのライブじゃないっていう、ジャニーズジュニアとしてのライブだよっていう気持ちも忘れずに、だからなんかデビュー発表した時も喜びをそこまで表してたっていうか、そこまで出なかったかもしれないですね、もしかしたら。でも僕は喜びっていうのはやっぱそのちゃんと表現してもいいことだからちゃんとこうやったりとかしたんですけど、なんかそのサプライズじゃないから分かってたから堂々としようと思って。踊ってる時とかはそのこと忘れてたんですけど楽しくて、MC タイムに入ったのが急にあれもうちょいで来ちゃうそわそわみたいになって、隣にいた目黒蓮の手をこうやって言って掴んで、多分指の骨は折れてました。これラウがずっと俺の手をこれ握っていいみたいな、マイク通さずに外手握ってていいみたいな。でも俺はラウールの子守りをしてましただからいろんな人への恩返しにもなったかなとすごい思います。自分たちのことのように喜んでくれるファンの人が目の前にいたりとか、なんかいろんな感情があの空間に入り乱れたっていうバーっていう感覚が本当になんか初めてで、そこは鳥肌が立ったなっていう、なんだこれっていうふうに思いました。グループは違えどやっぱそういうなんか切磋琢磨っていうか、舞台とかでも数々一緒にやらせてもらったりとか、オリジナル曲もらったタイミングも一緒だしとか、いろんな部分で、お互いいい意味で競い合ってきたというか意識し合ってきた関係だったので、そうですね、ちょっとなんか特別かなっていう印象は俺はやっぱあります。本当にいろんな思いを後輩が先にデビューしたりとか、僕たちはいつデビューできるんだろうっていう、そういう不安の中同じ作品をやっぱり少年たちとかコンサートだったりを5年ぐらいこう続けていると、心のどっかでやっぱり切磋琢磨していたんだなっていう自分が見えて、それはでもこれからも変わらず本当に同志として切磋琢磨できればいいかなと思います。どんどんやっぱストーンズって大きくなってるし、その6人だけでステージが狭く見えるぐらい迫力だったので、やっぱすごいかっこいいなって思うし、憧れもあるし、やっぱ嫉妬しましたね。すごく悔しいなってすごい思うし、でもだからこそスノーマンここまでできたかなって思います。明確なやる相手がいるってことがどれだけ自分たちにも大きな影響があったなって実感できたので、本当にありがとうっていう。なんかライバルっていう形でもあり、本当のなんか仲間っていうか、なんか本当にでも一番絆が深いところのグループかなっていうふうには、なんか本当に変な話、なんかリアルに学校、本当自分が行ってた高校とか大学の友達よりも本当の友達って言えるかなっていうレベルの、なんかそれぐらいなんか関係が深いっていうか、グループが違うけど本当感覚的にはもうメンバーみたいな感じですかね、僕の中では。はい。涙も唇で拭おう、その笑顔が輝くその日まで。楽しめますか？楽しめますか？作る時に考えてたのが、このライブは9人がずっとステージにいる形を作りたいっていう、今まで全員でこういう曲やってこなかったよねみたいな曲とか、こういう振り付けなかったよねっていう振り付けとかはやらせてもらってたので、それでなんかまた新たな
スノーマンの可能性っていうか、それをファンの人たちだったりメンバーが感じてくれればいいなと思いながら理由はつけさせてとは。横一になっただけですごい迫力だし、あとオープニングのジグザグラブで登場した時とか全員が9人全く同じ衣装を着てるんですよ。そこもなんか僕たちのこだわりで、でなんか僕たちを受け入れて、ね、くれるのかなくれないのかなっていう不安がこう多分3人は特におのおのあって、まあ、あの時は正直自信とか全然なくて、まあ、不安でしかなかったっすね。不安でしかないんですけど、出た瞬間1公演目こう LED が開いた瞬間にまあなんかそういう気持ちは何もなくなりましたね。でもなんかやっぱり手応えはなんかありましたね。9人になってよかったなって僕はまあ単純に思いますし、まあ、3人も多分6人っていう土台があってなんかこう入ってるっていう気持ちも持ってくれてるし、俺らもこの土台を作ったのは俺らだけど入ってくれてまたパワーアップしたよっていうこうお互いが多分感謝の気持ちっていうか根っこの部分をなんかちゃんと忘れずにやってたっていうのがちゃんとパフォーマンスに出て、なんかそれがこう横割りで多分結構お客さんに受け入れてもらえたのかなっていう感覚はなんかすごいありますね僕は。ここだけの話ですよ。向井康二が考えたおばちゃんの格好をしたコント、一番楽しかったです皆さんごきげんよう。エンディングの曲かな、朝焼けの花っていう9人の決意の歌というか、僕たち時代もこう6人からやって9人になって、その決意を見せてみんながいろんなことを思うとは思うんですけど、俺たちは9人で行くよっていうのをこう見せれたことかな、一番強く伝わったんじゃないかなと思うし、まずその時にこう急に何もリハーサルとかも何もしてその時もねやってなかったのに、岩本がこう急に真ん中に手をこう出してきたんですよ。そこにもみんな何も言わずにこう勝手に手を重ねていくというか、すごい良かった時間、なんかみんな笑顔やし、でプラスこの顔ってファンのみんなに見えないっていうか、見える人は見えるかもしれないけど、その状況がなんか僕がすごく好きで、まあ、あの瞬間になんかそれまで生で自分のパフォーマンスをもともといたスノーマンのファンに見せこれなかったので、僕はあの瞬間になんかやっぱ応援する気持ちが芽生えましたって言ってくれた人がもうすごく多くて、なんかまあ嬉しかったですね。いやなんか結構昔から思い立ったらその場でなんか勝手にやっちゃうタイプなんですけど、あれはなんだろうな、みんなでこうやってやろうよとかって言ってやるもんじゃないっていうか、心が動いて初めてやるものっていうか、言葉で伝えることも大事だけど言葉じゃなく通じ合う時もあるっていうのが思ったっていうか、その伝える手段が言葉だけじゃないっていう風に感じた瞬間でもあったかなっていうふうに思います。でもなんか恥ずかしくて顔は見れなかったです僕は。なんかこうなんか内側を向いて9人が円になってなんか歌い合うみたいな、僕はこう人と人の間の人がするなんか恥ずかしいんですよね。僕たちがメインの DVD 初めてですので、これは絶対これからデビューしたりしてもやっぱ初のその記録としては、一生残るものだと思うので、
もしよろしければ一人一人しかりメンバー全員しかり何回見ても楽しめると思うのでぜひチェックしてください。お願いします。夢は朝日浴びてひらひらと明け方の空に舞う。まあ僕今甘えてますけど、いっぱいお兄ちゃんがいる感じなんですけど、たまにはお兄ちゃんになってもいいんじゃないかなっていう。だから光くんとかもね、絶対甘えたがりやからね。今お化け屋敷思い出しました全然甘えられる様子なかった。いや、お化け屋敷は違います。あれ以外ね、あれ以外で。そうですね。そう。